1、2ミリの小口切りにすると1、2ミリから3ミリ程度、これに、お砂糖を大さじ1杯強ぐらい入れます。しばらくつけて水気が出てきたら、さらにこれを少し手で揉んで、これを絞ります。この量で3分の1ぐらいの味噌を入れたいから、今作った味噌に砂糖を入れて、この中にその中に大さじ2杯分の大さじ2杯分ぐらいの味噌で、とりあえず入れて、みりんを入れて溶く。大さじ1杯半ぐらいかな、入れて、この中にゴーヤを入れます。で、ちょっと油が回ったら、この中に溶いた味噌をちょっとずつ入れて、とろみがついてきたら、この中に大さじ2杯ほどすりごまを入れます。これで絡めて、もうこれで出来上がり。今季節的にゴーヤが今たくさんなってます。で、またこのゴーヤをゴーヤのなんていうかね、苦味を少し少なくして、でご飯のお供を作ろうと思います。味噌炒め、味噌の方で作ろうと思います。まずゴーヤきれいに洗って、この先端と付け根のところを、なり口を切り取って、まずこれを半分にします。で、半分にしたら中に、種と綿が入ってるんで、これを出します。指で簡単に取れると思います。で、もう一本も作ります。風邪をひいたかね。どうだろうね。これを開けて、でこれをちょっと重さを測ってみます。これでだいたい 200g ですね。200g あります。2本、だいたい1本が 100g。種と一緒に測ったら130ぐらいはあると思うけど、これを小口切りにします。1、2ミリの小口切りにすると1、2ミリから3ミリ程度、そのあたりの感じで小口切りにします。で、切りましたのをちょっとボウルに取って、これに、お砂糖を大さじ1杯強ぐらい入れます。で、お塩を小さじ1/2ほど入れて、これをまぶして、水出るまで待ってくってそう、これが水が出てくるのをこれで待ちます。しばらくつけて水気が出てきたら、さらにこれを少し手で揉んで、揉むんだ。ちょっと揉んで、でこれを絞ります。絞ろうか。絞って測ります。測ります。ちょっと測ってみます。測ってみます。いつも適当なんだけど、やっぱ人様に紹介するのはやっぱりちょっと調べた方がよかろうって。
で 205g やったよね。うん、200g ね、だいたい。うん、今123。50ぐらいになるかうん、25% 減。147g、150g。ぐらいになるやろ。うん。で、それを測ったのは測ったのはなぜかというと、というと、まあこの量で、うん3分の1ぐらいの、うん、味噌を入れたいから。だけ 50g 50g ぐらいの味噌を入れたいけ。うん、で、お味噌が、一回切らんといかん。うん。味噌を入れるんですね。はい。スプーン、砂糖測ったスプーンでいい。味噌はすり味噌を使うから麦味噌のすり味噌を、市販のものを使ってます。山口の徳地味噌。うん。ちょうど50、53。まあ好みであれしますけど、味噌が少し多めにしたら、うん結構味噌もそのご飯のお供みたいな感じで食べれるから、まあ、3分の1ですけど、もう少し 60g ぐらい私は入れます。要はその3分の1程度ってことなの？ 3分の1から半分、味噌が多ければ、うんまあ、味噌も一緒にご飯に一緒にお供として食べれるから、要は味噌が好きな人は多めに入れてもいいよってこと？多めに入れてもいいや。3分の1から半分程度、まあ、半分まで入れるとちょっと多いかなって感じがするんで、まあ60g ぐらい使って、3分の1が50g なんで、まあ、ちょっと多めにするかちょっなぐらいな。と、ちょっと多めに使います。そして、ちょっと一回やり替えて、これでお砂糖を、今度砂糖。はい。お砂糖を 30g ぐらい、味噌の半分ぐらい入れて、味噌の半分。ちょっと甘めに 20g。ちょっと甘めに、もうちょい。味噌の半分でちょっと甘めな感じなの？甘めに作るね。なぜかというと、この苦味があるのよね。で、まあ苦味の苦手な人、苦味の苦手なじゃない人はまあいいんだけど、苦味がちょっと強くって嫌やなっていう時は、ちょっと甘みとお味噌と砂糖でちょっと甘みにしてやると食べやすい。そしてそれにみりんをみりんを大さじ2杯ぐらい入れるんですが、ちょっと待って、先に作っておくわけね。これにお砂糖を入れて、ちょっと器が小さいから、味噌にお砂糖を入れて、ちょっとこれ使おうか。今作った味噌に砂糖を入れて、この中にその中に大さじ2杯分の大さじ2杯分ぐらいの味噌とりあえず入れ味噌じゃなくてて、みりん？みりんを入れて溶く。よいしょ。
もう一杯ちょっと入れてみて。はい、入れます。溶きますよ。溶きます、これで。若干水っぽい感じになる。うん、ちょっとね、そのくらいでこう溶いて、柔らかくしておく。これをちょっと柔らかくしておく。まあこれを全部使ってもいいけど、まあ後のとろみ具合で若干調節したりするけど、一応最初にこう作っておく方が大事。これ作って、こういう感じでちょっととろみをつけて、まあ、甘いのがダメな人は、まあ、ちょっとお水とかで溶くっていう感じで。みりんじゃなくて水で溶いてもいいってこと、ね？お砂糖が入ってるから、みりんで溶いて溶かしてもいいけど、まあ少し甘めにするのが私流ちょっと甘めにして、まあ食べる時にすごいたくさん食べるわけじゃないから、ちょっとずつご飯と一緒に食べるわけやから、このままドンと食べて全部摂取すればすごいカロリーになるけど、そんなことはないからそしてちょっとまとめようか。要は味噌3分の1量と、それと味噌の半分ぐらいの量、お砂糖ね、砂糖を入れて、でみりん大さじ2杯、もしくは水2杯、で、水2杯かみりんを1にお水1杯でもいいし、とりあえず大さじ2杯ぐらいのあれでとろみを液体でとろみをつける、とろみをつけておくということ、そしてフライパンに火を入れて、これに、ごま油を敷いて、ごま油を大さじ1から2ぐらい、まあ大さじ1杯半ぐらいかな、入れて回してなじませたら、この中にゴーヤを入れます。でちょっと炒める。これね、こうかなちゃんほんと毎食ご飯ゴーヤはゴーヤを食べてるね。この苦味っていうか、ほろ苦いっていうか、すごい苦味じゃないんだけど、ゴーヤの苦味と、このシャキシャキ感、ゴーヤのシャキシャキ感がもう歯ごたえがたまりません。まあ好きな人はいろんなところでこれが好きっていうのはあるんだろうけど、まあでもなんかその苦味が結構特徴的だから、他の料理の合間にちょっと箸休め的な感じで食うとか、そういうことでも良さげな感じがするよね。まあね、夏場はゴーヤはね、スタミナ料理やし、たくさんとっていいと思うんだけど、まあほんでゴーヤなり始めたらすごいから、まあきゅうりに劣らず、いっぱいいっぱいになってくるから。うちはでも今年はそうでもなかったんだよね。そうでもないけど、今からまだなるんだろうけど、もう親戚のうちでちょっと困り果ててるゴーヤをこの間も作りすぎてもう勝手に持ってけって言われたから取ってきたってやつね。そうちょっと散歩の途中にもらってくねっつってから、でちょっと油が回ったら、この中に小分けにして溶いた味噌をちょっとずつ入れて、火強くない？大丈夫？手早く少し香りが出る、味噌の香りが出るように、はい、出てきた、香りがたまらないよね。前作ってたのちょっと味噌白っぽかったけど、同じ味噌じゃなかった？なるの、同じ味噌。同じ味噌でやっぱ白っぽくなる。なる。時間を置いたらね、味噌のなんていうか味噌を炒めたこの匂いっていうか、これが
少し絡めてとろみがついとるからごま入れるの？これに少しこうよく混ざってとろみがついてきたら、この中に大さじ2杯ほどすりごまを入れます。2杯。入れて。大さじ2杯。もうちょっと大さじまあ好みで大さじ2、3杯入れてもいい。はい、オッケー。これで豚肉混ぜた中にごまで白くなるんだ。そういうこと。ごま油を使って、ごまを混ぜて、これで絡めて、もうこれで出来上がり。まあ冷えて、冷えたらちょうどいいとろみになって、本当にこの香りでご飯が食べられる。だいたいまあ冷蔵庫で4、5日は持つから、これを容器に入れてご飯の時に食べると、結構食欲のない時でもご飯が進みます。はい、はい、出来上がりです。はい。